はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。今回はですね、河野玄斗の脳内解説後半ということで、センター数学2019の数 1A の第3、4、5問選択問題の方を解説していこうと思います。つい最近ですね、センター試験の数 1A 河野玄斗に10分で解かせてみたっていう動画を上げたんですけど、そこでは選択問題は2問だけ選べばよかったので、第3問と第4問しか解いてないんですね。なのでその第3問と第4問の方は、その時にどうやって考えてどういう風に早く解いていったのか、これを解説していき、第5問の方は完全初見で解いていこうと思っています。なのでその時に自分がどのようにして回答にたどり着いていくのかっていう思考過程をその言語化して、こういう風だったらまずこういう風に試行錯誤してみて、でもこれダメそうだったからこうみたいな感じで自分の考え方っていうものをちゃんと話していこうと思うので、思考過程を参考にしてもらえたらなと思います。もちろん解けない可能性もあるんですけど、そこはご愛嬌でお願いします。ということで早速やっていきましょう。はい、それでは早速やっていきましょう。センター数学 1A2019 年の今回は選択問題ですね。第3問、第4問、第5問を扱っていこうと思います。で、第5問は初見ですと。はい、まず第3問から。これ確率の問題ですね。まずパッと赤い袋には赤玉2個、白玉1個。白い袋には赤玉1個、白玉1個ということで、赤い袋には赤玉2個と白玉1個。で、白袋には赤玉1個と白玉1個。これはパッと書くと。視覚的に情報を理解する。確率の問題っていうのは、結局は状況をしっかりと把握してあげる。それに全てがかかってくるわけですね。最終的にはちゃんと状況がどういう状況になってるのかっていうことを理解して、それをちゃんと式に落とし込む。あるいは数え上げてあげる。っていうところに帰着させられるので、最初が肝心ということでちゃんと書いてあげましょう。で、最初にサイコロ1個を投げて3の倍数が出たら、白い袋。だから3の倍数が出たら白い袋が3の分の1ですね。で、赤い袋の方は3分の2という確率で取る。で、選んだ袋から玉を1個取り出して、玉の色を確認してその袋に戻す。この戻すっていうところが大事ですね。で、1回目の操作。じゃあ2回目、3回目とやっていくんだ。で、2回目と3回目の操作では、直前に取り出した玉の色と同じ色の袋から玉を1個取り出して、玉の色を確認すると。つまり、この前に取った玉の色が何かっていうのが分かれば次の袋が決まるんだなっていうことで、袋っていうのと直前に取り出した玉っていうところが対応できるというふうに分かるわけですね。っていうふうに状況を理解すれば、あとはそれに従って解いていくだけ。1、1回目の操作で赤い袋が選ばれ赤玉が取り出される確率。まず赤い袋が取り出されるっていう確率で3分の2ですね。で、赤玉が取り出されるのは赤い袋の中は3分の2なので、3分の2、9分の4と。じゃあ白い袋が選ばれ赤玉が取り出されるのは、白い袋は3分の1の確率で、その中で赤玉が取り出される確率は2分の1から6分の1というふうに分かるわけですね。これは問題ない。2回目の操作が白い袋で行われる確率は何である。2回目が白い袋っていうのは、1回目で白い玉が取り出された確率だっていうふうになるわけですよね。これがさっきの言い換え。この直前に取り出した玉の色と同じ色の袋っていうところで、2回目に取り出した袋が白っていうことは1回目に白取り出したんだな。それさっき赤玉取り出したやん。取り出す確率求めたやんっていうことで、それを合わせると18分の11になるので、白い袋で行われる確率は18分の7というふうにわかるわけですね。こんな感じで、まず状況を理解する。で、さっき求めたのと組み合わせて、うまく式を求めてあげるっていうことが重要なわけですね。センター試験っていう本当に、カッコ1で解いた問題、カッコ2で使って、カッコ2で解いた問題をちょっと使ってカッコ3にやってっていう風の繰り返し。で、ちょっとその間に1個だけ新しい発想を加えてあげるみたいな、そういった感じのことが多いので、基本的にそんなにめちゃくちゃ長いこと、これしてあれしてあれしてみたいなことをしなきゃいけないのかなって思ってる時点で多分それは間違ってるので、ちゃんとそこは意識しましょう。次、カッコ3。1回目の操作で白玉を取り出す確率を P で表すと、2回目の操作で白玉が取り出される確率は何と表される。これ多分、受験生めっちゃびっくりしたと思うんですよ。確率全化式ですよね、いわゆる。この確率全化式は、東大受験生だったら問題なくできると思うんですけど、2次に数学使わない人とかはめちゃくちゃびっくりしたと思いますよ。だからこれについては、もう完全に2次で勉強どれぐらい進んでるかで差がついたんじゃないかなと思うんですけど、一応確率全化式の説明すると、推移図を書けば一発ですよね。
1回目の操作で白玉を取り出す確率を P とすると、2回目の操作で白玉を取り出される確率。この白玉っていうのは、白袋か赤袋かのどっちかから取り出されるんだなっていう風に分かったら、白袋になる確率は P だったら赤袋は 1-P と。で、白袋 P からその白玉を取り出す確率っていうのが、さっきのこれ確認すると2分の1と。で、一方、赤袋で1マイナス P の確率で赤玉が取り出されるので、結果的に赤袋を2回目の操作で引くわけじゃないですか。で、赤袋から赤玉が取り出される確率は3分の2。で、白玉が取り出される確率は3分の1だから3分の1と。で、これを合わせてあげて、6分の 1p 足す3分の1っていう風になるわけですね。もう本当に、確率全化式の問題だということですね。だから、その、順番で n 回目と n プラス1回目っていうものを考えて、確率全化式で言うと、まず、白玉を取り出す確率と赤玉を取り出す確率っていう風に考えてあげるわけですよ。数 2b 的に言うと an とかで表せるんですかね。an。そうすると赤玉を取り出す確率は 1-an で、白玉を取り出したら次白袋じゃないですか。白袋から取り出す。で、そこからどれだけの確率いくかなって言うと、白袋から白玉を取り出す確率は2分の1だから、ここ2分の1。赤玉を取り出したら次赤袋から取り出すので、赤袋で白玉を取り出す確率は3分の1ということで、この an プラス1っていうところが、6分の 1an プラス3分の1っていう風になっていくわけですね。これが一応確率全化式の基本、推図を考えるっていうことですね。で、次、よって2回目の操作で白玉が取り出される確率はっつったら、P、さっき1回目で取り出す確率が、なんだっけ、18分の7か。っていうのが分かってるから、6分の 1×18 分の7で、108分の7が出てきて、それに3分の1の36か。だから108分の43っていう風になります。で、同様に考えると3回目の操作は、もうまた6分の 1p 足す3分の1に入れるんだ。648分の43に3分の1の216を足して、648分の259っていう風になるというわけですね。ここら辺は、ただ代入するだけ。だからここの確率全化式っていう発想を1個加えて、あとは前に使ったものをポンポンポンって入れていくだけっていう、よくあるセンターの形ですね。確率全化式については、かなりやってない人はできなかったと思うので、2次で数学使う方はこれを機に復習しておきましょう。で、括弧4、2回目の操作で取り出した玉が白玉になったとき、その玉を取り出した袋の色が白である条件付き確率は、条件付き確率って見た瞬間であったときの部分を分母にぶち込むんですよね。分母にぶち込むと108分の43と。で、次、その玉を取り出した玉の袋、取り出した袋の色が白。ということで、袋の色が白。もうこの瞬間、これかつこれを考えてあげるわけですよ。2回目で取り出したのが白で、かつ、袋の色が白。袋の色が白っていうのは1個前の玉が白っていう風に置き換えられるので、白白で取ったってことですよね。白白の順番で玉を取り出しましたよっていう風に考えてあげればいいと。白白ってことは1回目の操作で白い玉を取り出す確率は18分の7なので、まず18分の7、その中で、白玉を取り出す確率は、2分の1か。ということで、108をここに持ってきて、36で3だから43分の21っていう風になるわけですね。こんな感じで問題ないですかね。条件付き確率のパターン。次の条件付き確率なんで、もう見た瞬間、3回目の操作で取り出した玉の白があった時の条件が、まず648分の259をぶち込みます。からの、初めて白玉が取り出されたのが3回目の、じゃあ赤白の順でいけばいいのかってことですよね。で、最初赤の確率は18分の11っていうのはさっきやった通り、で、次赤でやったってことは次赤袋から取り出すから、そこから赤玉が出てこなきゃいけないわけだから3分の2の確率か。で、また赤玉取ったってことは次赤袋から取り出して、それが白玉である確率は3分の1ですね。ということで648をここにぶち込んであげて、18、3。ここが162だから約分数は4と。ということで、259分の88っていうふうに求まるわけですね。こんな感じでパパパッというふうに処理できると。だから、いかにパターン化してあげるか。まずは確率は何はともあれ、重要なのは、状況をしっかりと把握するっていうことですね。状況をしっかり把握すること。まずこういう状況があって、こういう状況があって、赤玉と白玉の状況があって、で、直前に取り出した玉の色と同じ色の袋ってことは、袋の部分を考えるときは、1個前の玉何に取り出したかなっていうふうに考えることによって求められるっていうふうに整理してあげる。
それによってあとはもう式立てるだけ。で、ちょっと厄介なのが確率変化式。これについてはよく復習しておいてください。で、条件付き確率って言われたら、条件付き確率 A であるとき、B となる条件付き確率はって言われたら、まず A をぶち込むと。で、あとは A かつ B、A かつ B っていう条件を考えてあげると。これを何も考えずにできるようにする。で、ここの A かつ B ってどういう時かなっていうのを状況を整理と。結局、状況さえ押さえてれば確率っていうのを式立てられるし、式立てる、あるいは数え上げるっていうことがどっちにできるということで、確率に限らずちゃんと状況を理解するっていうことは、その問題を解く上での最初のステップとなります。はい、続いては第4問目。これはもう整数問題ですね。まず、不定方程式 49x-23y=1 となる自然数で x の値が最初のもの。まずこれ見て、パッと、普通だったらどうしますか？ 49 っていうものを23で割った結果、2×23 足す3ってして、この3を使って、23と3使って、7×3 足す2。で、この3と2を使って、3は 1×2 足す1っていう風にして、あとはこれを逆に戻していくと。この1からスタートして、3を引く 1×2。で、この2に 23-7×3 入れて、3の部分に 49-2×23 っていうのを代入していくことによって、8と17っていう風に求まるっていうのが基本的な流れですね。これはまあ教科書レベルなのでしっかりと押さえておきましょう。で、僕がパッと解いたんですが、それどうやったかっていうと、これはもう単純に言うと、計算力の暴力でこなしたっていうか、パッと見たとき、あ、一桁か。じゃあ、1から9まで代入すればできんじゃんっていうノリですね。で、僕の場合、49に2かけて3かけてっていうのを瞬殺できるんですよね。98、147、196、245みたいな感じでパパパパって掛け算できるので、で、引く1して23で割って23で割り切れるかっていうのは瞬時に判断できるだろうっていうことで、今回それをやったと。で、かつ、EU って2桁。今回 Y の方が2桁なので、10以上ってことで230以上。だから、X が5以上っていうのが確定するんですよ。だから、5、6、7、8、9ってたかだか6個ぐらいだったらもうすぐパッパッパっていう風に処理できるなっていうことが分かって、ちょっととりあえず、もう、こういうのがだるくて、代入してたっていう感じですね。これについては自分がめちゃくちゃ計算力あるそろばんやってましたとかだったら、そっちをやってくれればいいし、みたいな。基本的にこれを押さえとけば今回は問題ないという感じですかね。次。すべての整数解は K を整数としてって言ったらもう見た瞬間、ここ23と49。この49と23クロスさせるんだなっていうのがもう見てわかりますね。次。B49 の倍数ある自然数 A と B の組。で、A と B の差の絶対値が1。もうこれの時点で、これを使うのか、さっき 49×8-23×17 イコール1ってやったなーっていうのがもうパッと思い浮かぶんですよ。だから8、17で入れそうになって、絶対値ってことは8、17だけじゃなくて、それをマイナス1倍したものも解になり得るのか。で、さっき23と49を足しても一緒だから、これ変換して15、32か。でも87の方がちっちゃいなっていう流れですね。簡単に言うと。だから、この 49x-23y イコール1っていうものから、どんなものでも 49x-23y イコールから、この 49x-23y イコール1から 49x-23y イコール k。この k にどんな値入れても2だろうが3だろうがマイナス5だろうが、この8、17って出てきたものをその k 倍してあげることによってパッと求めることができるようになるっていうことが分かっていれば、この問題はすぐできると。1とかマイナス1だからさっき8、17をマイナス8、マイナス17にして足し上げるんだ。で、次も見た瞬間、差が絶対値が2。さっきと同じこと ?16、34、マイナス16、マイナス34で、これ変換すると、23と49足すから、7と15。こっちの方がちっちゃいんだな。7、15っていう風に代入してるっていう感じですね。これはもう、反射的に処理してあげるだけですね。だから、いかに教科書レベルが入っていて、例えばじゃあ、ここだけ入ってたとします。ここだけ入ってたんじゃなくて、ここから何がわかるのか。イコール1を求めることによって何がわかるのか。イコール k どんな値でも求められるようになるよねっていうところまで、しっかりと自分の中でパターン化してあげてればいいと。だから、結局数学っていうのは、条件が与えられて結果があって、それを目指していくと。与えられた条件からどういうことがわかるんだろうなっていう矢印が多ければ多いほど、そこのゴールに近づける確率は上がるんですよ。
だから今回もイコール1だけじゃなくて、イコール k の場合もイコール1から k 倍するだけでできるんだなっていうことが分かってれば、問題なくいけるはずなんですよねっていうことで、今回はまあこんな感じで難しくない。カッコ3。これも見た瞬間、a と a プラス2の最大公約数は1またはって言った瞬間、反射的に2ですね。次、a カッコ a プラス1、a プラス2は m の倍数、6だ。っていうのが分かりますね。連続する3整数だから2の倍数でも3の倍数でもある。ここら辺はもうなんか、見た瞬間の反射的なものなので、一応ユークリッドの誤助法で2の約数しかありえないからっていう風に多分なると思うんですが、ここを早く解くっていうのは、なんかクイズプレイヤーのクイズの確定ポイントみたいなノリ、こうね、最初のここの部分だけ見て、反射的に後からは全部わかるみたいな、いうノリなのかなと思います。まあでもここは解説はいらないと思うので、パパパッと処理してあげてください。で、6762を素因数分解。まず2があって、パッと見て3の倍数だなっていうのがわかると。66で7たす2、9だから。だからここに3が入って、6で割ってあげると1127か。っていう風になる。で、7が見えるから、7でパッと割ってあげれば、161。で、161は 7×23 ですよね、当然。まあこれが分かんなくても7の何乗っていう風に書いてあるから、おそらく161、7で割れるんだなっていう風に分かってくれればいいけど、まあ少なくとも分かる人は161って言ったら 7×23 以外の何物でもない。ということで、ここが素因数分解します。である。で、まあ、あとはいろいろ書いてあって、まあなんかいろいろ書いてあるけど、なんか、いずれか、これが何の2乗と23の倍数になるのか、みたいな。あれ ?23 と49の倍数で、差が1か2、なんかさっきここで出したやつだな、っていうことが思い浮かぶわけですよ。で、B が最初になるってことは、ちっちゃい方を選べばいい。こっちだ。あれでもこれ 49×7 と 23×15 どっちが B でどっちが B プラス2だっけっていうのは、一応かけて差が取ってマイナス2だから、大きい方が23×15 の方で、ちっちゃい方が 49×7 っていう風に分かるんですけど、ちょっともうめんどくさかったんで掛け算で論理的に考えるっていうより、とりあえず計算して脳筋でやってた方が早いなって僕は勝手に思ったので、掛け算はすぐできるんでね。343、こっちは345で、こっちの方が B で、こっちは B プラス2か。ということで、B が343っていう風に入れたという感じですね。まあ、整数問題については、どのように解いていくかっていうコツがあるかと言われると、最低限ありますね。ここら辺のもう不定方程式の解き方とかはもう教科書レベルでどこにでも載ってるんで、そういった問題を確実に落とさない。でそこから何がわかるかっていうところも確実に落とさない。ここら辺のカッコ3についても確実に落とさない。カッコ4もその素因数分解は絶対できる。ということでその先、最後の問題だけなんですけど、B のを求める。こういった時に、基本的に誘導に乗ると。これはもうセンターだろうが2次だろうがどっちにおいても大事。だからもう49の倍数、23の倍数って言われた時に、さっきやったやんみたいな感じで思い浮かんであげるか。だからカッコ1、カッコ2で行き詰まったらカッコ1で使えないかなって常に考える。むしろカッコ1見た瞬間にカッコ2見なくても、カッコ2どうせこれ来んじゃないかなみたいな問題とかってありますよね。不等式評価してあげて、これ絶対後々挟み撃ちとか出てくるやつだなとかね。そういうのとかありますよね。だから、そういうようなノリみたいなものをしっかりと感じ取ってあげる。これ、いずれか49の倍数、23の倍数、B プラス、B と B プラス1、B プラス2。だから連続する3整数でどれかが49の倍数、どれかが23の倍数になるんだって言ったらさっきのものに戻ってあげればできるっていうことですね。こんな感じです。まあ、整数問題について今回パパパっていう風に処理して、正規の解き方と、僕がある程度計算力の暴力で、脳筋で突破したみたいなところもあったと思うので、参考できる人、参考にできるかどうかっていうところは、自分の計算力や実力に相談しながら、吸収できるものは吸収してもらえたらなと思います。ということで、第3問、第4問までは初見ではないのですが、第5問から初見になります。さて、ラスト、平面図形ですね。これ初見なんですけど、おそらく解けるかなと思うので、今日やっていこうと思います。で、どのように僕が考えていくのかっていうところを言語化しながら解いていこうと思うので、ぜひ、その思考過程っていうものに注意しながら見ていってもらえたらなと思います。はい。まず、三角形 ABC において、とりあえず書いてあげると。ABC。大きく書くと、一応。ABC っていうのを書いてあげると。で、AB が4、7、5というふうになるわけですね。
で、この時、コサイン BAC がマイナス5分の1。で、サイン BAC だから、5分の2ルート6っていうのは、ここから導けるから、これは情報型っていうか、まあ、マイナス5分の1だけで十分ですね。で、これが与えられてると。で、三角形 ABC の内接円の半径は何だろう？内接円の半径ね。もうこれは、もう見た瞬間ですね。見た瞬間。内接円の半径って言ったら何を思い浮かべるか。面積と周の長さですね。もうこんな感じで外接円だったら正弦定理。内接円だったら面積と周の長さ。もうこれをまずすぐに思い浮かべないと話にならないですね。だから、そういう感じである程度パターン化してあげる。で、もちろん内接円の求め方とかもいろいろ工夫して求められる場合があったりするんですけど、そこについてはまたその都度誘導を見ながら判断すればいいわけで、まず誘導とか何もなければ、とりあえずまずそれを想起してあげるってことがすごく重要になってくるわけですね。今回の問題で言うと、周の長さは4たす5たす7だから16という風になってて、面積は、はい、2分の 1×4×5×5 分の2ルート6というのが分かって、それを2分の 1× 周の長さ16で割ればいいから、ここが2になって約分されて2分のルート6か。っていう風に分かるという感じですよね。これはもう本当にちゃんと最初の2辺が与えられてれば、2辺と間の角が与えられてれば、余弦定理。もちろん3辺が与えられて、ここのコサインはって言ったら余弦定理とか、そういった基本的なところはもうすぐ反応できるようにするということが重要ですね。で、次、この内接円と AB との接点を D とする。ここは D か。で、AC との接点を E。ここか。だから、AD の長さ。まあ、これも本当にパターンですよね。ちょっと一応別のやつで書いてあげると、三角形 ABC がある。で、内接円がある。で、この内接円の半径を求めなさいって言われたら、周の長さとか、周の長さと面積で求めてあげるんですが、ここの長さとかもう全部求まるんですよね。これも、こういうのが求まるんだなっていうふうに教科書で押さえておくっていうことがすごく重要ですね。どうやって求めていくかっていうと、ここの長さが同じ、ここの長さが同じ、ここの長さが同じっていうのを使ってあげれば、例えばここの長さを求めてあげたい場合もここと一緒なんですけど、ここ足すここをしてあげることによって、ここの赤2つ分と、そのちょんちょんと丸が足されてしまうから、こいつを引いてあげれば、ここが相殺されて、残るは2つ分。だからそれを2で割ってあげればいい。っていうことを考えてあげると、今回の問題も AD はつったら4たす5から7引いて割るにする。だから9引く。なんで2で1になりますね。はい、1。で、DE はつったら、ここの長さね。これはもう、ここが1。で、AE も1だから、これもう見た瞬間余弦定理できますよね。D の2乗は1の2乗足す1の2乗引く 2×1×1 かけマイナス5分の2だから足す5分の2なのか。で、5分の12だからそのルートをすればいいので5分の2ルート15か。っていう風になりますという感じですね。まあ、ここまでは問題ないですね。っていうのも、もう見た瞬間、これ内接円こういうことができるよね。半径はこうやって求めるよね。ここの部分も求められるよねっていうのは、一回教科書で確認していってるはずなんですよね。とりあえず次行きましょう。線分 BE と線分 CD の交点を AP と BC の交点を Q。BE と CD の交点を P とする。だから、ちょっと一応赤でこうか。BE と CD の交点を P。で、AP と BC の交点、ここか。AP と BC の交点を Q とするという感じですね。で、この時に BQ 対 CQ。BQ 対 CQ。もうこれ見た瞬間ですよね。見た瞬間できる。何を使うか。こちらチェバの定理ですよね。で、これも、だから、ある程度自分の中で見た瞬間反応できる形を何個か作ってあげるっていうことが重要なんですよ。例えばですよ。今回の問題は、これと。見た瞬間、チェバの定理。これ分のこれかけるこれ分のこれかけるこれ分のこれイコール1。これはチェバの定理やってほしいんですけど、例えば他にも、こういう形かな。これメネラウスの形ですよね。いろんなメネラウスここから生まれるんですけど、これ分のこれかけるこれ分のこれかけるこれ分のこれイコール1ってやってもいいし、これ分のこれかけるこれ分のこれかけるこれ分のこれイコール1ってやってもいいし、いろんなメネラウスが生まれると思うんですけど、いや、この形がメネラウスの定理の形だ。あとチェバの定理で言うと、ここの点とのチェバの定理。だから、すなわち、こんな感じか。だからこのメネラウスの定理に、こうやってピーって線が入っていた感じかな。の場合もチェバの定理。
で、これ反応してあげると。こういう形を見ると、チェバ、メネラウスあたりを反応してあげるわけなんですよ。で、チェバかな、メネラウスかなとか、どの三角形についてかなっていうのは、こういう形で覚えるっていうよりは、ちゃんと ABC とこれかっていう、どの点かとか、どの直線かっていうので判断して、その ABC を辿っていくトリップ、なんで旅をしてあげればいいんですけど、それについてはまた別の動画でお話ししようと思います。とりあえず、形を覚える。他にもたくさんありますよ、形。例えば、ここ直角、直角だったら、当然、この2つが相似と。なんだろう、こう直角じゃなくて、ここ60度。だから、例えば正三角形で、ここ60度、60度、60度。だったら、こことここが相似とか、もう反応してあげる形、当たり前の形がたくさんある。円があって、接線を引いて、ここの長さが一緒。だから、ここ、垂線も下ろして下ろして、ここの長さが求まるとか、円が2つあって共通接線の問題とかだったら、この円の中心をこうやって結んであげて、ここは円の半径の合計、ここを下ろしてあげて、円の半径の差っていうふうにやって、三辺を定理使ってここの長さを求めるとか。もう、ある程度教科書に載ってて、その A 問題みたいに載ってるやつはもうパターン化して覚えると。だから、こういった形だったら、こういったものを使うよね。で、こういったものを使うと、こういったところがわかるよねっていうところは、教科書レベルだったら押さえといて損はないっていう感じですかね。ということで BQ 対 CQ は、これはもう、チェバーの定理を使えばいいから、ここ1の時、ここ3、ここ4だから、AD 分 DB かける B 分 Q 分の QC かけ C 分の EA が1だ。だから、1分の3かけ BQ 分の QC かけ4分の1が1だから、ここが4、3と。BQ の方が3に対応するから、BQ が3だから、ここ逆が3分、4分の3になってるというわけで、BQ はっつったら、BQ が3だから、で、7だから、もちろん BQ はそのまま3というふうになるわけですね。超簡単。ということで、次、三角形 ABC の内心を I としましょう。I か。はい、I とすると、IQ の長さを求めなさいというわけですね。これはもうそもそも、Q が接点に来てますよね。ここの3とここの3が一緒で、ここの4とここの4が一緒だから、Q が円の接点になってる。だから、半径、内接円の半径2分のルート6に一致するわけですね。こんな感じ。で、なんで思いついたかって言われると、そうですね。まあ、基本的に、もう一回三角形を書くと、内接円がある、ここと、じゃあここの適当な Q の値を、この長さを求めましょうって言われたら、どうやって求めるかっていうところなんですけど、もちろん垂線を下ろして、この内接円の半径がわかる、あとここの長さを求めて三平方の定理っていうふうにしますよね。だからパッと頭の中で勝手にその垂線を下ろしてみる。その時点で、あれそもそもここ33、だから一緒なんだ。だから結局、この接点の部分と一緒なんだっていうことがですね。だから脳内で勝手に無意識のうちに、IQ を求めるために絶対三平方の定理使うだろう。で、一緒だ。っていうことで思いつくというわけですね。なんで思いついたかっていうのは、多少後付けにっぽいかもしれないんですけど、もしその場でパッと思いつかなかったとしても、必ずこうやって垂線を下ろすタイミングで気づくっていうことですね。垂線を下ろしたら、ここが3だから、ここ3で、こことここの、ここ3。一緒なんだ。こことここ一致してんだっていうのは絶対遅かれ早かれ気づくので。ということで、2分のルート6っていうのがわかるわけですね。次、CP と ABC の内接円との交点。CP と、で、D とは異なる点は F。CP と、ここが内心と CP と ABC の内接円との D 以外の交点はここか。が F とするとき、コサイン DFE の面積、コサイン DFE、ここが。もうこれも見た瞬間、接現定理っぽいですよね。ここに移して、コサイン AED を求めてあげればいいのか。で、これさっき二等辺三角形で、ここ垂直線を下ろして、D の長さが5分の2ルート15っていうことが分かったから、1分の5分のルート15で5分のルート15が答えというふうになるわけですね。これで問題なく求まったと。これはどうやって処理していったかっていうことなんですけど、僕の脳内、今言語化したものがそのまま僕の脳内の処理なんですけど、まず、線を引いた時点で、この CI を結んで D と異なる点って言った瞬間に、真っ先に思い浮かんだのが、法引きの定理使うのかなどうせっていうノリでしたね。今回違ったんですけど、そういう感じで想起してあげる。円があって、たくさんもう書いてある。だから、
円があって、こうやってピーって引いてあげてるわけじゃないですか。で、これ法べきの定理使わせたそうだなっていう印象を持ちますよね。で、実際こっちに、内接円だからここで接してる部分もあるし。だからこれの2乗イコールこれかけるこれみたいな、いうものとかもすぐパッと思い浮かんで欲しいっていう感じですね。こうある点からピーってなんか突き抜ける、内接円を突き抜けるようなものを作ると、あ、法引きの定理じゃないかなっていうふうに思ってあげる。で、今回はこの角度だったんですよね。ここの角度。この角度だったから、ここを結んであげてここに移してあげる。なぜかっていうと、こいつ使いづれえってなるわけですよ。この円のなんかここにぶつかってみたいな使いづらいんだったら移動してあげようっていう発想で、接現定理を使ってあげて、そしたら、AED ってさっきのやったやつと一緒じゃん。二等辺三角形のこの角度かっていうふうに分かるわけなんですよ。だから今回のことでまとめると、ある程度パターンみたいなのはもうすぐ思い浮かべてほしいんですよ。よくある円のパターンで言うと、円があって、さっきの言った通りこうやってスポーンって2本線が引かれてると。そうすると、これかけるこれイコールこれかけるこれっていう風にしたくなるし、接線が引かれてれば、これの2乗イコールそれっていう風にしたくなるし、あとは、それと関連して、この三角形とこの三角形が相似。だったり、この三角形とこの三角形が相似。っていうのは、もちろん当たり前ですよね。その法べきの定理を導く過程で当然出てくるもの。だから、これは当たり前なんですけど、そういうことも押さえておく。あとは接現定理っていうものも、ちょっと図が汚くて分からなくなっちゃった。分からなくなっちゃった。ごめんなさい。っていう、要は、接現定理っていうものも何かっていうこと。接現定理っていうものもちゃんと使いどころを抑える。で、パッと見たときに接線で、ここの部分移動できないかな。接線があるからここに移動させられんじゃん。で、パパパっていうふうに移動させられるっていう能力も大事。で、最初から見ていくと、チェバ・メネラウスの定理とか内接円のここを求めるとかっていうのは全部教科書で求められるっていうのが分かるわけなんですよ。で、さっきも言った通り、数学の問題って与えられた条件と結果、ゴール、結びつければ勝ちなので、じゃあ与えられたものからどういうことが分かっていくんだろうっていうものをしっかりと抑えていくべきだと。今回は内接円の条件でいろいろやるのはもう教科書に載ってるんですよ。教科書の A 問題みたいな問題の形を見て、ここからはこういうことがわかるんだ。こういう形があったら、こういうものが求められるんだっていうのを、パラパラと絵本みたいな感覚で勉強してあげると、すごくいいんじゃないかなと思います。だから、別に、平面図形って、形って無限にあるじゃないですか。無限にあるから、そんなの全部抑えることはできるわけない。ただ、教科書レベルにある、例えば、チェバ・メネラウスの定理使って解いてみようみたいな、演習台みたいな、そういった問題のある形っていう、そのさっき出したこういう形ですよね。こういう形。こういう形は、もう目に焼き付ける。で、そういったような形が見えたら、これチェバメネラス使えそうだなっていう風に決め打ちしてあげるっていうことはある意味重要だったりします。で、それでもできない場合に初めて柔軟に補助線引いてみるとかいろいろやってみるんですけど、あんまりセンター試験で補助線をこう工夫していろいろ引いてみてみたいなことはあんまりないと思うので、そこら辺はちゃんとしっかりと教科書レベルのもう絵本、本当に絵本、演習台で、こういった形があるんだ。こういった形の時こういうのが求められるんだ。へえ、好き。こういった形があるんだ。こういうのが求められるんだ。へえっていう風にやっていくだけでできると。おそらく30分もかかんないですよね。教科書の絵本みたいな感じで見て、ここが求まるんだっていうのをやってったら、30分もかからない。にもかかわらず、めちゃくちゃ、その、平面図形の問題が取りやすくなると思う。で、なんなら、今説明した内容、この接現定理とか、あと、その法べきの定理使いたくなるよね、こういう時って、とか、内接円ってこういうやつよね、面積と芯の長さ使うよね、とか、外接円だったらむしろ正弦定理だよね、とか、余弦定理こういう時使うよね、チェバメンデラスってこういう時使うよね、とか、こういうパターンあるよね、とか、こういうパターンあるよね、みたいなのを今説明したこと。それだけで、かなり、なんなら2020年のセンター試験、ズバピタみたいな、もう完全に的中する可能性もあると思うので、ぜひ今の復習してもらえたらなと思います。ということでね、今回無事第5問平面図形難なく解けたということで一安心しているところなんですけど、こんな感じで解いていければセンター試験もきっとうまくいくと。なので高校1、2年生の方は、こうやって解いていく、センター試験ってこうやって解いていくんだなっていうイメージにイメトレにもなったと思うし、高3の方は、あと直前期にどういうことを考えていけばいいのか。
平面付けだったらまずこういうパターンを30分ぐらいで入れることによってだいぶ変わるだろうとか、誘導にうまく乗っていくってこういうことなんだなとか、教科書レベルの本当にパターンをパーって見ていくだけでだいぶ変わりそうだなとか、そういったところをしっかりと再確認してもらえたらなと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。